動画を見ていただきありがとうございます。今回は2025年に本当に買ってよかったものについてカテゴリーに分けてご紹介したいと思います。リーンロゼといったブランドインテリアから無印良品や IKEA といったプチプラアイテムもご紹介していますので、少しでも参考になりましたら幸いです。まず最初にご紹介するのはこちらのソファーです。選んだのはフランスのブランドリーンロゼのロゼカシマ2というソファーになるんですが、リーンロゼですね、日本でも有名なのでご存知の方も多いと思うんですけれども、1860年にフランスで創業した老舗ブランドになっていて、もともとは従業員30人ほどの小さな木工所から始まったそうなんですが、150年以上の歴史を経て現在では世界中にファンを持っています。代表作といえば1973年に誕生したロゼトーゴですね。一度見たら忘れられない柔らかな曲線とユニークなデザインで世界的に大ヒットしているソファーになっています。発売からすでに50年以上経っているそうなんですが、今もベストセラーで一度座ったら立ち上がれないソファーとも呼ばれているそうです。そして私が選んだロゼカシマ2というソファーは、このロゼトーゴと同じデザイナーであるミッシェル・デカロアがデザインしたソファーになっています。トーゴと同じく柔らかさを感じさせつつ、トーゴのカジュアルさっていうのを少しなくして、より直線的ですっきりとしたデザインが特徴になっています。そしてこのフォルムは日本の障子からインスピレーションを得たと言われています。大きめサイズでも圧迫感を与えないので、お部屋を広く見せたいっていう日本の住宅にぴったりかなと思います。そして座り心地なんですけれども、こちらは硬すぎず柔らかすぎず、それでいてしっかりと体を支えてくれる感覚かなと思っていまして、で夫は柔らかすぎるソファーが苦手で、私は反対に硬すぎるソファーっていうのが結構苦手なタイプだったんですけれども、こちらはですね、2人とも座った瞬間にもうすごく気持ちがいいねっていうことで一瞬で気に入りました。使い始めて何ヶ月か経ったんですけれども、本当に頻繁に寝落ちしてしまうぐらい心地いいソファーです。個人的なお気に入りポイントとしては、座面が低すぎないので立ち座りがしやすいっていうのもありがたいポイントです。そして長時間座っても腰や背中が疲れにくい設計になってまして、まさにデザインと機能のバランスが取れたソファーと言えるんじゃないかなと思います。そしてこちらは楽天で購入したブランケットで、大きさとしては横が130センチで縦が180センチっていう結構大判なサイズなんですけれども、価格は5980円ということで、すごくリーズナブルです。で質感もしっかりとしてまして、で寒さですね、最近すごく厳しくなってきたと思うんですけれども、そんな冬の季節にとっても重宝するアイテムになっております。もちろんインテリアとしてもすごく優秀でして、でこういった感じでソファーにかけて置いたりですとか、あとチェアにかけておくだけで空間がぐっと素敵になる、そんなアイテムになっています。そして続いてはこちらの洋書ですね。これは Amazon で購入したものです。こちらはタッシェンという美術や建築などを中心に扱うドイツの出版社から発行されている本になっています。で洋書が欲しいなと思った時にちょっと悩むポイントとしてお値段があるかなと思うんですけれども、結構値段が高額なことが多いと思うんですが、このタッセン社のコンセプトとして、美術書を大衆的な値段で提供するっていう使命があるそうで、洋書の中でも比較的リーズナブルな価格で購入することができます。で本を読んでいるだけでもいろんな作品について学ぶことができたりしますし、あとはもちろん置いているだけでもインテリアとして活用ができるデザインがすごく魅力的です。そしてこちらは IKEA で購入したクノッペングというフォトフレームです。もともとソファーの背面の壁が少し寂しいなっていうふうに思っていたんですが、賃貸なのであまり大きな跡も飾れないしなというふうに思っていて困っていたんですけれども、そんな時に IKEA のフレームを見つけて999円という安さでありながら、安っぽく見えないところに惹かれて購入してみました。サイズに関しては、大きさが横30センチで縦が40センチで、壁には縦の向きに、2枚設置しています。
で中にはですね、お気に入りのアートブックのページをモノクロコピーして入れているんですが、この詳細だったりとか、あと設置方法につきましてはインスタグラムに動画を載せていますので、よかったらそちらも参考にしていただけたらと思います。こちらはオーバルボックスという収納ケースです。いろいろなインテリアショップで見かける人気の商品だと思うんですが、私は楽天で購入して結構すぐに届いたのがありがたかったです。机の上で散らかりがちなものだったりとか、あとは生活感が出やすい色のアイテムを本当に適当に入れるだけで机の上が一気に素敵になるので、すごくおすすめのアイテムです。そして私が購入したサイズが M サイズなんですけれども、このサイズ感が本当に使い勝手が良くて、でティッシュとかあと薬などがしっかり入って、それでいて場所を取らないサイズ感っていうのがとてもポイントかなと思います。そしてこちらは楽天で購入したフェイクの木の枝になります。本物ではないんですけど、結構リアルでお値段も1000円以下ということで、とってもリーズナブルな価格で購入ができました。でいいところとしては、この中にワイヤーが入っていますので、形をですね自由自在に変えることができるんですよね。で私は不器用というかちょっと観葉植物を上手に育てることがなかなか難しいというかできないので、ついこういったフェイクフラワーに頼ってしまいます。はい。そしてこちらがダイニング照明のご紹介になるんですけれども、実際に IKEA の店舗で実物を見てから購入したんですが、もうとにかくですね、形も質感もすっごく高級感がありまして、もう絶対に部屋に飾ったら素敵になりそうだなというふうに思って購入をしました。口コミでは組み立てが大変だったっていう意見があったんですけれども、個人的にはそこまで組み立ても大変ではなかったように思います。そしてこちらにはフィリップスヒューの電球を取り付けています。で過去の動画でもフィリップスヒューの電球は紹介しているんですけれども、スマホアプリで簡単にですね電球の操作ができるのがとても便利な、アイテムになっております。実はですね、もともと14万円ぐらいのブランド照明を買おうかなってずっと迷ってたんですけども、この照明は8000円しないお値段なのに、この高級感でもう本当に毎日買ってよかったなっていう風に見惚れている、そんな照明になります。そしてこちらはダイニングチェアですね。もともと肘付きでクッション性のあるチェアが欲しいなっていう風にずっと探していたんですけれども、なかなかですね気に入るものとか、あとは予算的に合うものが見つからなくて、でそんな時にちょうど IKEA ですごく気に入るものが見つかりました。でこちらはトルネードダークベージュっていうカラーになるんですけれども、以前の動画で紹介したダイニングテーブルにもぴったりマッチする色味なんじゃないかなと思っています。一つ注意点としましては座面の高さですね。これも過去の動画で左弱の話をしたと思うんですけれども、この座面の高さが49センチということで結構高めの作りになっていますので、小柄な人だと足がちょっと浮いてしまうっていう懸念点はありますね。とはいえこの値段でクッション性もしっかりしていますし、どこから見ても美しいデザインですので、組み立てもさらにとても簡単だったっていうこともあって、本当に買ってよかったなっていうふうに感じています。そして続いては今ではなくてはならない存在となった、ロボット掃除機のご紹介です。こちらの掃除機はシンプルな見た目と、あと便利機能がたくさんついているっていうところが気に入って購入しました。操作に関してはアプリで完結することができますし、あとは特定の部屋を選んで水拭きにするかとか、あと空拭きだけにするかっていうところを選択することもできます。そしてラグを検知してくれるので、段差があっても問題ないっていうところがすごく大きなポイントかなと思っています。床のお掃除って本当に面倒だと思うんですけれども、この掃除機を購入したおかげで、ちょっとお値段は張ったんですけれども、家事をする時間っていうのが大幅に短縮されたので、毎日買ってよかったなというふうに思っています。続いては洗濯物を入れるランドリーバスケットです。
これはラタン風のデザインになっていまして、でお部屋に馴染んでくれるすごい可愛らしいデザインに惹かれて購入しました。で形状としては折りたたみが可能な形状になっているので、デッドスペースに収納しておくこともできる優れものになっています。そして折りたたまずに置いてあったとしてもすごくデザイン性が高いですし、あとはサイズも2パターンから選べますので、洗面所の広さに合わせて購入できるっていうところもおすすめポイントです。そして続いては浴室に取り付けているマグネット式のステンレスラックです。もともと浴室についてる棚があったんですけども、カビやすかったりしますし、あと掃除が結構しにくい形状になっているので、もう入居した当時に外してしまっていて、そして代わりにこちらのラックを購入して収納しています。こちらのステンレスラックは中に置くシャンプーとかボディーソープも本当に美しく見せてくれますし、サイドにはこんな感じでフックがついていますので、泡立てネットとかそういったものを引っ掛けておくこともできますので、利便性も抜群でとっても満足しています。そしてこちらも本当に買って大満足しているアイテムなんですが、タオルですね。でこちらのタオルはタオル研究所っていうところのものなんですけれども、とにかく軽くて柔らかくてふわふわな質感で、そして何度洗ってもゴワゴワしないっていうところが気に入っているポイントです。で結構高級感のある質感なんですけれども、1枚400円以下っていうコスパの良さも素晴らしいところかなというふうに思っています。これが今まで使用していたフェイスタオルと比べてみたんですけども、本当にもう一目瞭然のふわふわ感かなと思うんですが、こんな感じでバスタオルがなかったとしても全身をしっかり拭けるっていうところが気に入って使っています。続いてはこちらのまな板なんですけれども、これは天然アカシア材のまな板になっていまして、で楽天で購入したアイテムになっています。でなんといってもこの持ち手がついているのも便利ですし、あと十分な大きさがあるので本当にストレスなく料理をすることができるっていうところもいいところかなと思います。であとはですね、キッチンに立てかけているだけで空間がすごくおしゃれに決まるので、本当にデザイン性の高さっていうところもポイントかなと思っています。続いてはせいろのご紹介です。実は今年初めてせいろを購入してみました。でこれは無印良品で購入したものになっていて、で無印良品はせいろのサイズに合う鍋も一緒に販売されていましたので、そちらも合わせて購入できたっていうところが便利でした。せいろはとにかく簡単に美味しい料理が作れるっていうところがもうズボラな私にとっては最大のポイントで、例えばえのきの肉巻きだったりとか、あとふかし芋もすごく美味しく作ることもできますし、あとはチャプチェとかもせいろで作ることができるんですよね。ちなみにせいろを購入する際は合わせてミトンだったりとか、あと専用のたわしを購入していくことがおすすめかなと思っています。でミトンやたわしもおすすめのアイテムとして概要欄にリンクを貼っておきますので、参考にしてもらえたらと思います。今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございました。動画に関するリクエストや感想がありましたらコメント欄でぜひ教えていただけたらとっても嬉しいです。それでは良いお年をお迎えください。